こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は学校法人神戸学園さんの生徒さんの作品を添削させていただいております。3作品あるのでお楽しみください。最初の作品はこちらですね。作品名は崩壊スターレール花火。コメント。このイラストは初めて液タブで描いたイラストで、思い入れがあるイラストです。目の色や塗りや服、髪の毛をわからないながら頑張って塗ってみましたが、ぼやけるというかパキッとしない気がします。添削していただけるときには色の塗り方などご教示いただけると幸いです。添削よろしくお願いしますとのことです。はい、初めて液タブで描いたということで、わからないながらもね、一生懸命描いたのが伝わってくるいいイラストだと思います。りなさん素晴らしいです。で、色の塗り方を教えてほしいってことなんですが、色はですねきちっと塗れていて、そこまで問題ないと思います。このまましっかりとツールを使いこなして慣れていけば、どんどんね上手くなっていくんじゃないでしょうか。じゃあこのイラストどこを添削していくかなんですが、液タブを使う場合に特に気をつけてほしい部分があります。それはキャラクターの比率です。液タブってどうしてもですね、板タブよりも目を画面に近づけて描きがちなので、どうしてもですねキャラの比率が変になってしまう場合が多いんです。なのでその部分について着目しつつ添削を進めていこうと思います。はい、ということで早速ですねキャラの比率を直していくんですが、このイラストですね、パッと見た瞬間ですよ、上半身がすごく多くて下半身がすごく小さく感じてしまいました。具体的にはですね、この肩幅が腰幅よりも広いんですよね。これはですねすごくマッチョな男の人だったら、こうなってもおかしくはないんですが、女性はですね骨盤が大きいので、むしろ肩幅が狭く腰は大きくならないと女性的にはならないんですよね。なので最初の1段階目は僕はこのように添削させていただきました。はいドン。はい、これはですねただ単純に変形をかけただけなんですが、どうでしょう、かなり印象が変わって女性らしいプロポーションになったのがお分かりいただけると思います。ビフォーアフター見るとね、もうこんなのできて当然だよって思ってしまう人もいるかもしれませんが、これですね絵を描いているとかなり目の前のことに集中してしまって視野が狭くなってしまうんです。これは誰でもそうなっちゃうんですね。で、そうなっちゃうと全体の比率まで目がいかなくなっちゃって、ついついねこういったバランスの狂いが生じてしまいますので、これはね気をつけてください。これですね衣装があるのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、素体にするとバランスが分かりやすいと思います。これがですね変更後のバランスですね。腰幅が大きくて肩幅が狭くて女性的に見えますよね。で、対して変更前はこのバランスです。はい、こうして見るとかなり屈強に見えませんか？肩幅すごいですよね。で、あとですね、細かいことを言うと、この鎖骨の位置もちょっと下すぎるので、そこもね注意してあげるといいと思います。はい、特にね液タブを使っていると離れて見るのを忘れちゃって、こういうことが起こりがちなので、液タブ確かに便利なんですけど、そういったデメリットもあることをぜひね頭に入れておいてください。そういうことがあると覚えておきさえすれば、あ、そうだった、離れて確認しようってね時々思い出して避けることができますので、ミスを防ぎやすくなると思います。さあ第2段階いってみましょうか。第2段階はですね、もっとキャラクターを大きくしてもいいんじゃないってことです。このイラストですね、ちょっともったいない部分は余白の多さにあります。この余白ですね、周りの余白、こういう白い部分、基本的にはですね余白が多い絵っていうのは見栄えがしません。もうそれだけでインパクトが落ちて弱い絵に見えちゃうんです。余白が多い絵っていうのはね、もうどうしても誰からもおって思ってもらいにくいんです。余白の美っていう言葉知らないの？直樹、お前まだまだ甘いなって思う人もいるかもしれませんが、いえいえ、余白の美っていうのはですね、描かれているキャラクター以上にキャラクターによって寸断されたこの白の面積、この白の面積そのものの形にものすごく気を配って、この比率でこそ白が入ると美しいってあえて白の面積を残した絵に宿る美なんです。もう白が入ってるからといってそれが必ずしも余白の美につながるかっていうと、全然そんなことはないんですね。なので特に初心者の方はですね、白い部分が多かったらその白をなるべく減らす方向に考えてください。その方が単純に絵の見栄えが良くなります。この作品で言えばですね、こうしちゃえばいいってわけです。はい、単純に絵を拡大してですね、ももから上だけの絵にしました。添削前は
はですねこのくるぶしまで入っていたんですが、この膝あたりには特に何の絵の魅力につながるような要素がありませんでした。仮にですねめっちゃ膝にこだわって描いた絵というのであれば話は別なんですが、多分そうではないと思うので、ここまで入れる必要はあんまりないですよね。なのでできるだけキャラクターを大きくするために膝上でトリミングしちゃいましょう。もう見比べてみると分かると思いますが、もうこれだけでインパクトアップしたでしょ。さあそして3段階目に進みますね。3段階目も余白を減らす方向で考えます。はい、具体的に言うとですね、この髪の毛ですね。この髪の毛が今はですねストーンとほぼまっすぐ下に降りています。立ち絵っていう想定をした場合、これはこれでいいんですが、1枚の絵と考えた場合、このせいで余白が多くなってしまっているのがもったいないと思います。なので僕はこのようにしました。はい、ドン。はい、まっすぐにツインテールを下ろすのではなく、いろいろな方向にね風が舞うように髪の毛を動かしてみました。特にねこの花火っていうキャラクターはツインテールが長いキャラだと思いますので、髪の毛を思い切って遊ばせてあげると絵に動きも出ますし、何よりも絵の余白を削ることもできます。はい、さっきからねもう余白って言ってますが、余白を少なくすると具体的にどのぐらいパワーが上がるのかっていうとですね、小学生中学生以下のあらゆるイラストコンテストあるじゃないですか。市で主催されていたり、あとは雑誌投稿系だったり、あとはテレビとかね、そういういろいろあると思います。そういうのに応募する場合、絵から白をなくしただけでですね、ほぼ確実に何らかの賞取れます。はい、これはですね僕の娘で実証済みです。僕の娘ちゃんですね、実は今小学4年生なんですが、今までいろいろな賞やテレビや雑誌の投稿コーナーにハガキとかね画用紙とかで投稿してきました、絵を。で僕はその都度ですね、ただ一つだけアドバイスしてきました。もう小難しいことはね一切言いません。もう人体の比率とかデッサンとかね、そんなことは一度たりとも言ったことがありません。僕が言うのはただ一つだけです。とにかく白なくしな。髪の白い部分さえなくせば絶対に掲載されるからって。で実際にですね僕の娘ちゃんの絵ほとんど落選したことありません。何度かはね当然掲載されなかったこともありますが、ほとんど掲載されてます。賞取ってます。もうこの前なんてね警察署のポスター選考通っちゃって、娘の絵街中にねペタペタ貼られています。そのぐらい余白をなくすっていうのは絵のパワーを引き上げることなので、これはぜひね肝に銘じていてください。さあ最後のポイント、ここはですねもうおまけのようなものなんですが、ちょっとねあんまり顔が似ていないなとも思いました。でもこれは二次創作なので絶対にオリジナルに似せなきゃいけないわけじゃないです。その方のテイストをね一番優先して自分風に描くっていうのも二次創作の醍醐味の一つなので、これはおまけ程度に聞いてほしい部分なんですが、はい、僕はですねこのように添削しました。はい、こんな感じの違いがあります。で僕が思うにですね大きなポイントは髪の毛でしょうか。髪の毛の色です。添削前はですね結構赤い印象が強い髪色だったんですが、添削後はもう少しグレー寄りに落ち着かせてみました。これはですね演出とか光の具合によって赤寄りになることがあるかもしれませんので、それはそれでいいんですが、もう一点はこのサイドヘアですね。このサイドヘアの太さにあると思います。ここはですね結構添削前は太かったのでキャラクターのイメージが少し遠のいてしまっていたように感じました。ここをちょっと細くするだけでかなりね似るんですよね。このように髪の毛の毛束の太さ、そして色の印象でオリジナルに寄ったり離れたりすることがあります。もしねオリジナルキャラクターにもっと寄せたいなと思ったらですね、髪の毛の色と形にこだわってください。どんなキャラクターでもそこを意識することで似せることができるようになると思います。はい、最後ビフォーアフター比べてみましょうか。添削前のビフォーがこちら、そして添削後がこちらです。はい、この違いです。いかがでしょうか。白背景そのものはね結果的にそのまま残しましたが、余白が多いせいで弱まっていた印象が絵をアップにして余白を狭めたことで印象が強まって絵の魅力が引き立ったのがお分かりいただけたと思います。日頃からね僕が口を酸っぱくしていることですが、改めてね余白はなるべくなくす、覚えておいてください。さあ次の作品いきましょうか。はい、次の作品はこちらです。琥珀さんの作品で、作品名は刀剣乱舞5個体。コメント、気弱な男の子と虎の組み合わせで、虎の後ろに隠れながらも任務をこなすために頑張って敵地にて偵察している様子です。いまいち作品に統一性がないのと、完成していても見る人に何を伝えたい絵なのかわからないなと感じました。はい、とのことです。琥珀さんご応募ありがとうございます。はい、琥珀さんのいいところはもう何よりも言葉ではっきりと表現したいことを言語化できていることだと思います。虎の後ろに隠れながらも頑張って任務をこなしている姿、そういうねキャラクターの内面をも絵で表現したい
そういう表現の根っこの部分をちゃんと持っているので、小悪さんは絶対に絵が上手くなる人だなと思いました。ここはですね、ものすごく大事な部分なので素晴らしいと思います。で、その上で僕が気になった部分をお伝えしますね。僕が気になったのはですね、絵がちょっと説明的になりすぎちゃったなってところです。はい、どういうことなのかというとですね、5個体の気弱な部分をですね、小悪さんは虎の後ろに隠れながらも一生懸命にという風に言葉で表現しました。だからキャラクターを虎の後ろに描いちゃったんですね。はい、これがですね、ちょっと僕からしたら説明的だと感じました。言葉をそのまま絵にしちゃったわけです。いや、ですね、これはでも仕方ないことなんです。というか、むしろ最初はこれでいいと思います。でもね、そこからぜひ気づいてほしいんです。確かに気弱なことはそれで説明できるけど、でもそもそも私はみんなにこのキャラクターを見てほしいんだよね。じゃあそのキャラクター虎で隠してしまったらもったいなくないって。はい、もう単純に考えてそうですよね。もったいないですよね。なので僕は一発目このように添削させていただきました。はい、ドン。ちょっとね、ここ黒くて中途半端な状態なんですが、そもそもこのキャラを見せたいわけですからね。キャラをね、虎で隠すのはもったいないのでやめましょう。見せ方によっては魅力的に見せる方法もあるとは思うんですが、基本的にキャラを大きく見せるのがキャラクターイラストの基本だと思います。キャラを前に出してもその上でキャラを気弱そうに見せるっていうことはできますので、その部分で工夫するのがいいと思います。じゃあ具体的にどのようにしたらキャラクターを気弱そうに見せることができるのか、それはですね、ものすごく簡単なことで気弱に見せることができます。はい、こうします。ドン。どうでしょう。なんか気弱そうになりませんか？なりましたよね。これ何をしたのかっていうと、まず1手目は何かに寄りかかるように手を添えることですね。はい、この場合は虎に手を添えました。虎に頼るようにしてそっと手を添えます。僕のこと助けてね、頼りにしてるよでね、そういう演技を手にさせるわけです。手のあるなしに着目して、ここですよ、ここに着目してビフォーアフター見てください。これとこれ、これとこれ、ほらかなり不安なニュアンスがここで出るでしょ。こっちはなんかこう凛としていて自信ありげじゃないですか。でも手を加えることでほらめっちゃ不安そうでしょ。これがね、手の演技のパワーなんです。そしてですね、ここは細かいんですが、顔の傾きもポイントです。顔に着目していただけると分かると思いますが、僕はほんの少しだけ目を下に移動して口を引き結ぶように下に向かってこう描きました。はい、この違いですね。この違い、こうすることで少しうつむいて不安そうに顎を引いているようなニュアンスが出るので、不安なキャラクターの内面を表現するにはとてもいい表情になると思います。あとですね、口の紅もちょっと弱めております。これもね、ちょっと強かったですね。あまりにも強い紅が入っていると自信ありそうな強気のキャラにも見えますね。例えばバキとかね、しのぎ交渉とか口めっちゃ赤いでしょ。あれは強いからです。さあ、これだけで実はもう十分かと思うんですが、あえて少し付け加えます。琥珀さんが気にされている統一感のなさ、まとまりのなさについてなんですが、これもですね、結構簡単な解決方法があります。まず1個目はこうしちゃいました。はい、ドン。ちょっと無理やりやったのでちょっとおかしく見えるかもしれませんが、背景に光の筋を入れるですね。この場合にはですね、わかるかな、上に大きな月を浮かべて、でこの光が当たっている下の部分に巨大な三日月のようにしてですね、黄色い光の筋を入れました。はい、ごめんなさい。ちょっと今見たら月でかすぎましたね。もう地球に衝突して木っ端みじんになりかねないぐらいの大きさなので、これはちょっと無視してほしいんですが、でもこのようにしてね、背景に一筋の光の帯を入れると画面に統一感が急に生まれますので、これはね、おすすめの方法です。はい、試してみてください。で、最後のポイント。これもね、ちょっと飛び道具的な解決方法なんですが、最後はこうしちゃいました。はい、ドン。光のエフェクトを入れるですね。これはですね、僕もよく実際の絵作りで多用する方法なんですが、これだけでも画面にまとまりが生まれますので、なんかまとまんないなと思ったら、最後に光のエフェクトを追加してみてください。それだけで画面が華やかになりますし、統一感が生まれると思います。はい、2つ目の添削も以上となります。ビフォーアフター見比べてみましょうか。はい、こちらがビフォー、そして添削後のアフターですね。はい、こんな違いになりました。そんなに書き直したわけじゃなくて、配置替えとちょっと編集しただけなんですが、かなりね、印象の違いにつながっていると思います。いかがでしょう。キャラクターの不安げな感じを出しつつもキャラが前に出てきましたので、キャラクターは添削前よりも見やすく、そしてまとまりのあるイラストになったのがお分かりいただけると思います。さあ、最後の作品いってみましょうか。最後の作品はこちらです。はい、
ルーミーさんの作品で、作品名はオリジナルキャラクターヘイロー。初めて書く構図なので一部違和感があるかもしれませんが、自分ではつかめなくて、ですがここ最近で一番うまく描けた作品なので、ぜひ添削をお願いしたく。はい、ということで一番上手に描けたということで、とてもね雰囲気があっていいイラストだと思います。色もね上品にまとまっていて、清潔感がある、いい匂いがしそうなイラストですね。一部ね違和感があるということなんですが、ちょっとどういう違和感を感じているのか、この文章からだけでは分からなかったので、僕が感じた違和感について添削させていただければと思います。で、僕がこの絵を見て感じた最初の違和感はですね、キャラの体勢がちょっと分かりづらいなってことです。というのは、このねヘイローというキャラクター、ヘイローっていうのは天使の頭の後ろとかにある五光だったり光の輪のことを言うんですが、キャラ名に反して光の輪っかがねこのキャラクターついてませんよね。で、代わりにゼロと大きくデザインされていて、おそらくヘイローがゼロになってなくなっちゃった、そういうね落ちた天使のことを言いたいのかなと思いました。なのでこの落ちた天使なのでね、このキャラクターは逆さまになっている、僕はそのように解釈しました。はい、全然違ったらすいません。ただですね、逆さまなのはいいとして、地面にこのキャラクターが果たして寝転んでいるのか、それとも真っ逆さまに落ちている最中なのかとね、いまいち判然としないのが僕の中で結構違和感を感じた部分でした。これ上半身を見るとこうくねっと曲がっていて、地面にこう設置しているように見えるんですが、羽とかね、あとはこの布のはためきとかを見ると上からこうバサバサっと落ちてきているようにも見えるんです。膝もねこれ多分立っていると思うんですが、これもですねなんかこう浮遊感があるんですよね。はい、なので最初はですね、僕はこのように添削させていただきました。はいドン。ちょっとねこの飾りは一旦取っております。ですね、実際どっちのつもりで描いたのかは分からなかったんですが、多分顔の表情から落ちてる最中ではないんだろうなと判断しました。落ちてたらね結構慌てますよね。落ちてる最中にしてはちょっと平然としすぎだったので、多分地面に寝転んでいるポーズなんだろうなと解釈しました。はい、地面に落ちて虚無ってるような顔じゃないかと思ったんですね。なので体勢をですねこう地面に設置していることが分かるように分かりやすく変えたということです。で、変更前それが分かりづらかったのがやっぱりですね、この膝ですね。これがちょっとどうなっているのかあんまり分からなかったので、体勢が判然としなかったんですね。あとはさっきも言ったように、この辺の布がこうバサバサっと上に向かってはためいているようにも見えますし、この辺の帯もですねこう上から落ちてきてこの勢いのままにバサバサっとなっているように見えるんですね。なのに上半身はちょっとこう下についているように見える。この辺のねこう齟齬がなんか違和感だなと感じました。なのでこのように上半身も下半身も地面に設置しているように変更しました。ただね今言ったように体勢は変更しましたが、まだはためいて見える布はそのままです。あとこの両脇の翼もですね、これもちょっと上から下に落ちてくる勢いにも見えています。ここもしっかりと地面に設置させましょう。はい、2段階目の添削こんな感じになりました。はいドン。はい、このように地面にくたっと横たえるようにこの下半身部分の布にシワを書き込みつつ、翼もねしっかりと形状を書き込みました。で、さっき言い忘れちゃったんですが、もう一つポイントがあってですね、この手前の画面を明るく、そして足元に行くに従ってちょっとこう暗がりにすることで、手前と足元で奥行きがあることを表現できます。顔と足でね明るさを変えないと、感覚的に上半身と下半身が画面に対して同じ距離にあるように見えるので、それはそれでこう真っ逆さまに落ちているようにも見えかねません。ここに奥行きをつけるから、あ、この人地面に寝てるのねとすんなりと見ている人に理解させることができるんです。で、まだですねちょっとそれだけだとまだ不親切です。まだ寝転がっていることがパッと見で理解しにくいかもしれません。大体の人はわかるんですが、ちょっとね不安な部分も残っています。はい、なぜかというと地面が書かれていないからですね。単純に地面が書かれていればそれはもう疑う余地なく地面に寝ているということになりますので、黙って地面を書いちゃうのが得策です。分かりにくい絵っていうのはね、もうそれだけで見てくれる人の数をぐっと減らしちゃいますので、できるだけ分かりやすく表現するようにしましょう。地面を書き入れます。はいドン。はい、単純に地面の凹凸を描いてあげてもいいですし、このように地面の上に散らばっているものを描くことでも間接的に地面を表現することができます。この場合には羽ですね、抜け落ちた羽を描くことによって地面を間接的に描くことができます。これで誰が見てもはっきりと地面に横たわったキャラクターであることがパッと見て理解できるようになったと思います。多分ね本人からしたらもうそこは別に重要なことじゃないよ、もっとキャラクターのデザインの良し悪しを見てとか雰囲
囲気の良さを見てみたいに思う部分かもしれませんが、意外と他人ってですね、デザインの良さとか雰囲気の良さに行き着く前に、この人何してんの、どういう体勢なのってね、そういう部分でつまずいてしまうと、その先にどうしてもいかないことがあります。分かりやすさをね犠牲にしてしまうと、絵の内容にまで興味を持ってもらえないっていうことが多いですので、センスがある人ほどその当たり前を大事にしてみてください。さあ、そして最後です。最初に非表示にしていたデザイン部分を表示します。はい、ドン。はい、デザインはほとんど変えてませんが、ちょっとだけ微調整しました。一つはこのリボンの位置ですね。添削前はこのリボンの位置が足と、あとここにもあったんですね。この顔にもかぶっていて、それも体勢の分かりにくさに見づらさにつながってしまっていました。なのでリボンを角に移動して邪魔にならないように変更しました。あとこの手前の紐リボンなんですが、やっぱりどうしてもですね、キャラの上に来てしまうとちょっと見づらくなってしまう部分があります。特にキャラクターの顔は隠したくないので、途中でこう途切れさせて下の部分は開けてみました。こうすることでリボンはねありつつも、キャラクターの見た目を損なわない素敵なデザインにすることができたと思います。はい、ビフォーアフターを見比べてみるとこんな感じです。はい、いかがでしょうか。こちらもですね、キャラクターはほぼ書き換えていませんが、体勢が分かりやすくなって、スッとね理解しやすいイラストになったと思います。分かりやすさはね結構重要ですので、ぜひこの部分覚えておいてください。といったところで今回は3作品まとめての添削でした。いかがだったでしょうか。普段はね1作品じっくり添削しますので、1つの作品をじっくりと仕上げるために必要な技術を摂取するのに適していますが、今回のようにテイストが違う作品をいくつか添削することで、いろいろな技術を網羅的に知れるというメリットもあると思います。今回の添削が良かったという方はですね、こちらも3作品の添削ですが、こちらの動画気まぐれ添削176もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。